男にもドバイ案件ってないんですかね。皆さんこんにちは。今私はシディブサイドのホテルにおります。で、前回動画でシディブサイド編をお送りしましてですね、今チェックアウトしたところです。チュニジアではボルトっていう配車アプリが使えるはずだったんですけど、使えなくて、インドライブっていう別の配車アプリが使えたので、それで今タクシーを呼んでるところです。インドライブで呼んだタクシー来てくれました。で、料金は20ディナールでしたね。今からチュニスの予約してるホテルへ向かいます。チュニスのホテル着きました。30分弱でしたね。料金はさっき言ったように20ディナールでした。チュニスで今日から泊まるホテルはこちら、ホテルスイスっていうところです。11時からチェックインできるってブッキング .com って書いてあったのでチェックインします。20分ほど待って部屋入らせてくれました。で、こちらはベッドですね。まあちっちゃいけどまあいいでしょう。作業台があるのは嬉しい。で、クローゼット、めちゃくちゃちっちゃいセーフティーボックスで、水回りはめちゃくちゃ綺麗に見えますね。トイレがなんでここに作ったかなちょっと座るとき大変そうだけど、まあ清潔そうなトイレです。で、洗面所で、石鹸が1個ありますね。で、シャワー、まあこちらも狭いけどまあ綺麗に作られてますね。シャワージェルとシャンプー1個ずつあるんで、まあ問題ないですね。エアコンはあるんだけど冷蔵庫がない。無料の水もない。まあコーヒーとお茶はあるけど、と思ったらさっき掃除のおばちゃんが来て無料の水くれました。で、Wi-Fi はまあそこそこ悪くないですね。で、こちらのホテルスイスのシングルルームになります。料金は先ほど現地払いしてきまして、まあカードで払えるんですけど、2泊朝食付きで315ディナールでした。1時14分になりました。出かけたいと思います。1個めちゃくちゃミスったことがあって、近くにカルタゴ遺跡っていう世界遺産があるんですけど、まあ明日あたり行こうと思ったんですけど、よくよく地図見たらシディブサイドの方が全然近かったですね。やっちまった。で、あと今日は一日作業デーにしようかなと思ったんですけど、行こうと思ってたとこが明日月曜日が休館日のとこだったので、今日今から行っちゃおうと思います。またインドライブでタクシー呼ぼうと思います。ちょっと待ちましたが、インドライブでタクシー来てくれました。インドライブのタクシー 8.6 ディナールでした。はい、それで急遽やってきたのがこちら、国立バルドー博物館というところになります。こちらの国立バルドー博物館なんですけども、以前は宮殿として使われていた建物だそうで、ここにカルタゴの遺物や古代ローマ時代のモザイクの世界最多のコレクションが貯蔵されている博物館だそうです。入ってみます。入り口のとこにあるように、外国人は入場料13ディナールですね。こういったモザイク画がたくさんあるんだと思います。入るとき荷物検査があるみたいですね。こちらなんですけど、この博物館2015年にテロ事件が起きたんですよね。で、ここに犠牲者の方の名前が刻まれてるんですけど、なんと日本人の方3名も犠牲になってるみたいです。日本人3名の方を含む皆さんの追悼をしたいと思います。それでは博物館の中に入っていきます。いや、綺麗ですね。古代ローマ時代の遺跡も含まれるということなので、アフリカっぽくはないですよね。これかなり大きいんですけど、なかなか素敵なモザイク画ですね。で、こういったモザイク画がすごいたくさん飾られてますね。なかなか綺麗、見事です。こういった昔何かの道具で使っていたであろうものが置かれてますが、何の説明も書いてないのでごめんなさい。ちょっとよくわからないです。この博物館はあれですかね、説明しない系の博物館ですかね。何も案内板がありません。そしてこの2つの透明ボックスは何でしょうか。空気を展示してるのかな。そういう理解でいいでしょうか。ここから先はここに英語とフランス語で説明があって、ローマ時代の棺とか墓石が展示されているそうです。この辺こういうのが墓石だったんですかね。いや、すごいですね、この辺の棺。こんなすごいもの作ってたんですね。わ、すごい。もうヨーロッパって感じの棺。すごいな、この辺。この辺は墓石になるのかな。すごいな。そしてここでもまた空気を展示してますね。面白い博物館だ。この辺のお皿とか、なんかすごい模様がおしゃれ。これ現代で売っても売れるんじゃねっていう感じですよね。
1階の入り口付近に戻ってきたんですけど、ここから2階に行ってみます。いや、広々としてていい博物館ですね。2階は一転してこういった人物像が展示されていますね。この辺の陶器もすごい綺麗に残ってますね。下の階よりもちょっと近代的になったかな。このライオンみたいな顔した人、真実の口みたいになってますね。2階にもモザイク画がありますね。で、これ綺麗じゃないですか。動物がいっぱい描かれてる。これが一番好きかも、個人的に。こっちの方も綺麗だな。綺麗なの多いな。1階にあったやつよりもさらに精巧になった気がしますね。そして唐突の鐘、今の価値にするといくらになるんですかね。わーお、もう完全にヨーロッパじゃん。何これ。最初にお話した通り、この建物もともとは宮殿だったそうなので、すごいですね。この広々とした抜け感が。ドラクエとかに出てきそうなお城って感じですか。すごい、見てこの部屋の天井。いや、めちゃくちゃ綺麗じゃん。なんか建物自体に価値があるよね、この博物館。建物の中にこんな光が差し込む空間がありますよ。いいな、こんな宮殿住んでみたいね。男にもドバイ案件ってないんですかね。はい、では博物館が出てきたので、またインドライブでタクシーを呼んで移動したいと思います。インドライブで呼んだタクシー来てくれました。今回料金は 10.2 ディナールでした。タクシーでやってきたのはホテルからも程近いこちらの時計塔になります。それでこの時計塔からこの通りの向こうが旧市街メディナになるんですけど、この通りをハビブ・ブルキバ通りというそうです。この時計塔とかハビブ・ブルキバ通りがチュニスの新市街の中心地だそうです。ハビブ・ブルキバ通りはフランス・パリのシャンゼリゼ通りに似ているらしいです。私はパリ行ったことないのでちょっとわかりませんが、確かにこの通り沿いにたくさんレストランがあって屋外の席が並んでいるのがちょっとパリっぽいかも。いや、ほんと通り沿いレストランだらけ。どこまで先まであるのっていうぐらいずっと屋外のテラス席が続いてますね。本当は明日来ようと思ってたんですけど、通りかかっちゃったんで紹介します。チュニス大聖堂カテドラルになりますね。いやー、なかなか歴史ありそうでいい建物。このモノプリックスっていうスーパーでちょっと買い出しします。で、コーラの 500ml が 1.52 リアルだから日本よりちょい安いぐらいかな。オレンジジュースの1リットルが 3.19 ディナール。安いね。で、水がどれがどれかわかんないけど 500ml が 0.48 ディナール。安いね。だいぶ安いね。はい、ホテルに戻ってきました。さっきのスーパーで水2本とリンゴジュースっぽいもの1リットル、合わせて 4.19 ディナール。安いね。でもよく考えたら冷蔵庫ないんだった。まあいっか。時間は夕方6時25分になりましたので、飯食いに行きます。下痢が続いてます。全く治らない。しんどいな。さすがにこんな続くと思わなかった。もう4日ぐらいですか。もう4日ぐらいずっと下痢ですわ。しんどいな。このレストランドピープルっていうお店に入ろうと思ってたんですけど、やってないな。今日日曜日だからかな。Google マップでは日曜日でも営業中ってなってたんですけど、わー、どうしよう。多分日曜日だからなんだろうけど、すごいいろんなお店閉まってるね。日曜日ってこんなんなるんだ。ホテルからすぐ近くのチュニジアのシャンゼリゼ通りのテラス席があるこのお店にしました。ちょっと読み方わかんないけどどうしようかなって迷ったら客引きされたんで、もうここでいいやって感じでここで食べます。注文したのがまず飲み物がレモネードで、あとチュニジアンサラダで、あとクスクスのチキンです。でクスクスとは何かっていうところなんですけども、デュラム小麦の粗挽き粉から作る粒でパスタの一種だそうです。これをチュニジアではよく食べられてるそうなので、チュニジアの有名料理ということで食べてみたくて注文しました。でクスクスでもいろいろあったんですけど、チキンやらラムやら野菜とかあったんですけど、そこそこ安めでチキンなら美味しいだろうということでチキンのクスクスにしました。レモネードいただきます。普通。まずチュニジアンサラダが来ました。めっちゃうまそうじゃん。いいねこれ。食材いろいろ入ってるよ。多分トマト、キュウリ、玉ねぎ、ツナ、レタス、あとオリーブとかも入ってるね。すごいすごい。チュニジアンサラダめっちゃいいね。いただきます。うまい。いろんな種類の野菜が入ってるのがめちゃくちゃいい。でドレッシングはなんだろう、すんごいあっさり。そしてクスクスチキンが来ましたけど、やばい、でかい。いただきます。
どでかい皿にクスクスチキン、まあうまそうだけどね、チキンが半話分ぐらい入ってますねでこれがクスクスですね。細かい粒状のやつだから、見た目はお米の方が近いけど、まあ、種類としてはパスタの一種だそうです。まあ穀物だからクスクス自体に何か味があるわけではないですね。パスタとかお米みたいに何か味付けして食べるような感じですね。クスクスを含めた、まあ、この皿全体の味付けなんですけど、多分トマトベースなんだろうけどね、トマトとカレーの中間みたいな、そんな感じの味です。見栄えは悪いですけど、チキンいただきます。チキン自体は大した味付けはされてないから、そんな美味しい方ではないですね。正直こっちのチュニジアンサラダの方が美味しいまである。シディブサイドもそうだったけど、チュニスも猫がいっぱいいますね。イスタンブール並みにいるんじゃないかな。最初足に当たってきた時もめちゃくちゃびっくりしたごちそうさまでした。料金57ディナールでした。久々に後悔するレベルの飯だったな。それなりに高いしね。シディブサイドの夕食は2戦して1杯1分けって感じだったんですけど、これで3戦して2杯1分けって感じですね。クスクスはただの穀物なんで、味付けとか何と一緒に食べるかによって感想が全然変わると思うんですけど、ちょっと今のやつはきつかったですね。少なくても日本人であれを食べて笑顔になる人はいないと思います。7時38分ホテルに戻ってきました。ということで部屋に戻ってきたんですけども、相変わらず体調というか、まあ下痢だけなんですけどね、もうあるのでシャワー浴びて洗濯して寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ホテルの朝食いただきます。相変わらず下痢なのでヨーグルトがあるのがめちゃくちゃ嬉しい。いただきます。改めておはようございます。5月19日月曜日朝9時3分になります。下痢の症状がやっとちょっとだけ改善の兆しが見えるようになりました。ちょっと固形が出ましたね。でもまだまだ下痢気味です。で、加えて風邪ひきましたね。まあ動けないってほどではないので観光に出かけようと思います。どこ行こうかすごい色々迷ったんですけど、やっぱりカルタゴ遺跡に行ってみたいと思います。世界遺産ですしね。シディブサイドの方が全然近いんでかなり無駄した感じではあるんですけど、まあ行かないとちょっと後悔しそうなので行ってみようと思います。またインドライブアプリでタクシーを呼んで向かいたいと思います。最悪なことが起きました。今日一日タクシーストライキだそうです。最悪だマジで。なんとか列車で行けそうなんで、ちょっと Google マップで表示されないんでちょっと難しいっていうかわかんないですけど、とりあえず列車の駅まで行ってみようと思います。タクシー今日ストライキって言ってるけど、流しのタクシーはちょっといるみたいだね。同じ宿で私と同じように困ってたこちらのスペイン人のおっちゃんと一緒に行動を共にしております。タクシーもし捕まえられたらタクシーで行くけど、まあ無理ならバスか電車で行こうっていう話をしてます。ハビブブルキバ通りを東に行って再び時計塔のところに来ましたが、ここからさらに東に行くと駅があるっぽいです。チュニスマリン駅にやってきました。 Google マップだと閉業ってなってたけど普通にやってそうっすね。今駅員が超ブチ切れてたんだけど、めちゃくちゃ切れてんだけど何があったんだよ今のところでチケット買ったんですけど、電車はノットワーキングだとバスオンリーみたいです。で駅の目の前にあったここでバス乗りました。で料金たったの1ディナール、超激ゴミです扉閉まらないレベル。いやまさかこんな旅になるとは。安くていいですね。9時57分バス出発しました。バスはめちゃくちゃ混んでるけど、運転席の真横に立ってるので快適です。景色がいいわ。ビューティフォー。今はこんな海に囲まれた細い道を走っております。だからめちゃくちゃ気持ちいいです。カルタゴの近くになってからバスの停留所がいくつかあるんですけど、そこからも人がすげえ乗ってきてもうカオスです。ドアも開けっぱなしで動きましたね。ここでスペイン人のおっちゃんは降りるみたいなのでお別れになりました。しかしまあきついな。今バス降りましたが、今私が乗ってたバスですね、もうぎゅうぎゅう詰め。車内ですずーっと叫び続けてるやつがいて、なかなかカオスでしたね。チュニジアヨーロッパっぽいみたいな話を今までしてきたと思うんですけど、もう似て非なるものとはこのことですね。アフリカっぽいバスで楽しかったです。
カルタゴ遺跡の付近まで来ているんですけど、カルタゴ遺跡って、遺跡群になっていて、各所に名称みたいなものが散らばってるんですよね。どこ行けばいいのかとかさっぱりわかんないですけど、とりあえずビュルサの丘っていうところにまず行こうと思います。丘なので、高い場所にあるでしょうから、おそらく見晴らしがいいだろうということで最初に行ってみます。途中こんな感じで線路を渡れるんですね。面白いな。踏切とかは一切ないけど、普通に歩けるような感じになってますね。一応ここ登ったらビュルサの丘っていう風に Google マップにはなってるんだけど、全然人いないね。ここ通っていいのっていうぐらい散乱してんだけど大丈夫だよね。なんでこんな観光客いないかな。階段登ったら閉まってるんですけど、でも中に人がいるからちょっと迂回してみますか。今、遺跡の公園の外側をずーっと回ってるんですけど、このめちゃくちゃ立派な建物は多分カルタゴ博物館。でも、今臨時休業中っぽいんですよね。それは Google マップに載ってたんでいいんですけど、とりあえず遺跡の公園内に入りたい。この辺に観光バスがあるんで、こっちの方入り口っぽいですね。いや、よかった。たどり着けた。もうなんか一生入れないのかと思ったよ。このビュルサの丘の入り口は、西側、北西側にあるみたいですね。ここが入り口のようですんで、入ってみます。ここがビルサの丘ということで、これがおそらくカルタゴ遺跡の名所が書かれてまして、9個記載されてますね。で、今いるのがここになります。入る前に入り口脇にあった売店で水買いました。もう喉乾いたんで、1ディナール、良心的な値段ですね。チケットプライスありましたね。12ディナールですね。チケットはさっき言ったように12ディナールで、カルタゴ遺跡群すべて入れるチケットになります。で、ただ、カルタゴ博物館は休業中だよという風に教えてくれました。はい、やっとそれっぽいところに入場できましたね。もう入り口入ってすぐこの辺がほとんどなくなってしまったけど、おそらく建築物の一部ですよね。このカルタゴ遺跡群なんですけど、古代カルタゴ文明の発祥の地とされていますね。紀元前7世紀頃にフェニキアの女王が王族争いに巻き込まれて、この地に流れ着いたのが始まりだとされています。有名なハンニバル率いるカルタゴはローマ帝国と渡り合ったというほど強かったそうです。ただ、そのうち結局滅ぼされてしまって、ローマ帝国の植民都市となったということですね。そのため、カルタゴの文明の遺跡とローマ帝国の文明、それぞれが各地に点在しているようです。そしてここは丘の上にあるので、こんな素晴らしい景色も楽しむことができますね。眺めは最高。あちらにあるのが、先ほどもお見せしましたが、カルタゴ博物館で、残念ながら臨時休業中でございます。ビルサの丘は以上になります。思ったよりは、こじんまりとしてましたね。じゃあ、ちょっとこっから距離あるけど、他の遺跡にも行こうと思います。次のとこは 1.3 キロなんで、もう歩いちゃおうと思います。相変わらず歩いてる人は一人いませんね。カルタゴ遺跡からカルタゴ遺跡もみんな車で行くんですね。あとはツアーで行ってる人が結構いました。15分ほど歩いてやっとそれっぽいとこに来ました。で、ここはカルタゴ遺跡群の中でもローマンビッラ地区っていう風に言われてる場所になります。こちらはローマンビッラ地区はビラってあるので、住居ですね。カルタゴ遺跡で発見されたものの中で最大規模の住居の遺跡となります。個人的にはこういう雰囲気結構好きなんですけど、観光客は全然いないですね。修復作業しているスタッフの方は何人かいるんですけど、ここ見事ですね。もうちゃんと家って感じで残ってます。こっからの見晴らしもいい感じです。じゃあ次行ってみよう。次向かっているのはアントニヌスの浴場というところです。さっきのローマンビッラ地区は Google マップの口コミ数が数十件しかなかったんですけど、今向かっているアントニヌスの浴場は何千とあったので、多分カルタゴ遺跡群の中で一番口コミ数は多かったっぽいので、ちょっと期待しています。Google マップが指し示す場所より全然手前に入り口がありましたね。ここっぽいよね。日本語だとアントニヌスかということで入ってきましたが、すごい綺麗なところですね。そしてここで記念撮影みんながしてる場所に着きましたが、すごいね、浴場2から風呂だけあるのかと思ったけど、なかなか素晴らしい遺跡があります。全体図はこうなってるみたいです。もしかしたら入れるかな。中入れたら入りましょう。遠くから見たら入れないかと思ったけど、こっから入れるようになってますね。いや、中めちゃくちゃ楽しそう。中に入ってきましたが、今まででダントツで楽しい感じになってきました。アントニヌス浴場っていうぐらいだから、どっかにテルマエお風呂があると思うんですけど、どこなんですかね。でもダントツで楽しいわ。今カルタゴ遺跡群のアントニヌス浴場の遺跡の中におりますが、すごいですね。なかなか巨大な、こことか門とかだよね。
でっかい岩とかがそこら中に転がってて楽しいです。この塔とか立派ですね。全然浴槽的なもの見つかんないなと思って、今急遽ネットで調べたら、残念ながらその浴槽的なものはもう残ってないみたいですね。だからいくら探しても見つかんなかったんだ。この敷地全体がなんか数%みたいな感じの施設だったらしいですよ。それを聞くとめっちゃ面白いな。ここ全部そうだったんだね。ということで、アントニヌスの浴場でした。いやー、広くて遺跡っぽさが漂いまくってて、個人的にはだいぶ好きな場所でした。Google マップが示してた方にも出入り口ありましたね。アントニヌス浴場は出入り口が2つあるみたいですね。次行こうと思ってるとこは、ちょっと歩きではいけないレベルの距離のとこなんですよね。ただやっぱインドライブアプリ使っても全然捕まんない。どうしよう。と思ったけど、Google マップで見たら徒歩26分って出たので、歩いちゃいます。なんとか近くまで歩いてきました。ホテルから一緒だったスペイン人のおっちゃんは、自転車を借りて自転車で巡るって言ってましたね。もしかしたらその方がいいかもしれないですね。そしてここ着いたかな、多分着いたと思います。トフェというところです。入ってきました。こちらトフェという遺跡なんですけど、めちゃくちゃこじんまりとした場所になります。こちらのトフェなんですけども、フェニキアの神タニトとバールに捧げられた古代の神聖な場所、カルタゴの聖地とか聖域とも呼ばれています。なんでも話によると、自分の子供を生贄として捧げてたっていう噂があるんですよね。ちょっと血生臭い場所になります。なのでこの辺に残っている岩はお墓ですね。お墓。お墓以外にも建物とか塔の残骸とかもありますね。ちょっと恐ろしい噂が残っている場所ではあるんですが、フェニキア人とかカルタゴを語る上では欠かすことのできない要素なのかもわかりませんね。ちょっと短いですが、こじんまりとした遺跡なのでトフェは以上となります。カルタゴ遺跡群、全部回ったわけじゃないんですけど、事前にチェックしておいた主要そうなところは回ったので、チュニスに戻ろうと思います。バスが止まってたけど、なんか逆にずーっと止まってる。チュニスに行くなら乗りたいんだけど、ちょっと後で聞いてみよう。でもドライバーがどこにもいない。全く意味がわかんないんだけど、バスから乗客がみんな出てきましたね。もうわからん。もうこれじゃあどうしようもないんで、タクシー捕まえてチュニスに戻ろうと思います。奇跡的にメーターで行ってくれるタクシー捕まえることができました。なぜかおっちゃんが同乗しました。いっか。タクシー 9.9 いくつディナールだったんですけど、この回のよくわかんないんで10ディナール渡してきました。勝手に同乗してきたおっちゃんが先降りたんですけど、1円も払わずに降りようとしやがったんで、ブチ切れて3ディナールだけですけど回収しました。一旦ホテルに戻ってきました。1時間ぐらいしたら、再開します。ホテル間違えたこっちでした。はい。ということで、やはりタクシーは今日ストライキということなんですけど、闇営業みたいな感じでやってるタクシーに乗ってこれたのでよかったです。で、ちょっと一つ心配事があって、今日の深夜というか、明日の早朝に空港に行かなきゃいけないんですよ。それまでにストライキが終わってるかどうかがわかんなくて、朝今日ストライキだよって教えてくれたホテルのレセプションの女性に聞いたら、明日どうなるかわかんない。インドライブで探してみて、無理だったら歩いていくしかないわねっていうチュニジアンジョークを言われたんですけどいやーちょっと心配だな。で、ちょっとだけ休んでから観光再開します。1時間ほど休憩してました。今時間は2時53分になります。観光再開します。ホテルから歩いて数分すぐ近くに中央市場スーク、ここにはマルシェセントラルってありますね。来たんだけど閉まってますね。チュニジア来たからとことん運がないな。しょうがない。次行きます。はい。そして昨日の夜もちょっと来たんですけど、ここがフランス門ですね。ここをくぐるとメディナという旧市街になります。ということで今からチュニスの観光のど定番メディナ旧市街の方を回っていきたいと思います。フランス門をくぐるとすぐあるホテルロイヤルビクトリアっていうのは、ここはめちゃくちゃ有名なホテルらしいです。ここ泊まろうかどうかめちゃくちゃ迷ったんですけど、ちょっと高いんですよね。泊まれないレベルじゃないけど。では旧市街の中入ってきますけど、道狭いっすね。人の数が多い。すごい賑わいです。すごいですね。もうお店だらけ。お店が乱立してる。思っていた以上に迷路ですね。Google マップで見て行きたい道がなかったりするわ。ただ正直そんな面白いとこではないですね。買い物の才能がある人は面白いかもしれないけど。はい。しばらくメディナを歩いて目的地に着きました。Google マップ上でオリーブモスクとなっているとこですね。どっから入れるのか難しかったんですけど、西側から入れました。適当に歩いてたらこんなに素敵な場所がありましたね。メディナの中でもこんなとこあるんですね。このオールドタウンピッツァっていうところでちょっと飯食っていこうと思います。ピザはこんな感じみたいですね。2階に席がありました。よかった。こ
で食べようかな。正直チュニジア料理はもういいかなと思ってて、であと地理的にイタリアが近いんで、ピザ食べようかなと思ってピザ屋さんに入りました。許してください。ピザの種類がペパロニ以外はよく分かんなくて、店員さんにどれが一番美味しいって聞いたら4チーズだって言ったんで、4チーズのピザ 300g、 あとスプライトを頼みました。そして来ました4種のチーズピザ 300g にしました。であとスプライトは缶ですね。いただきます。4種のチーズピザですね。いただきます。パンがサクサクで、チーズは確かにうまい。でも具がないね。チーズだけだった。ごちそうさまでした。お会計 11.5 ディナールでした。もうなんだかんだね、久々にピザ食ったらね、もうめちゃくちゃうまくてね、うまくてというかうまく感じてね、もう速攻で食いました。はい、ということでフランス門まで戻ってきました。はい、時間は夕方5時になりました。明日の早朝にチュニジアを離れます。その時間が、フライトの時間が朝5時半なんですよね。なのでホテルを2時半ぐらいには出たいなと思ってたんですけど、さらに今日タクシーがストライキだったので、今日の夜中はどうなるかわからないっていうのもあるので、それよりもうちょい早めに起きて空港に向かおうと思います。ちょっと仮眠を取ってパッキングしてこのホテルをチェックアウトしたいと思います。今日はシャワー浴びて休みたいと思います。それではおやすみなさい。そういえばホテルスイスの評価をし忘れてたんですけども、ホテルスイスは星3でお願いします。部屋は大きくないしベッドもちっちゃいんですけど、清潔だったし、それなりに快適に過ごせましたし、朝食も美味しかったです。そんなに安くないっすよね。まあ3ですかね。おはようございます。5月20日火曜日、夜中の2時26分になります。ホテルチェックアウトしたいと思います。今ホテルチェックアウトしました。タクシー昨日はストライキだったんですけど、今日は大丈夫そうっすね。一応インドライブで今マッチングはしました。無事インドライブアプリでタクシー来てくれました。じゃあ空港へ向かいます。2時47分空港に着きました。タクシーの料金は 13.9 ディナールでした。はい、ということでチュニスカルタガオ空港ですね。チェックインしようと思います。はい、無事制限エリア内に入ってきました。それでチュニジアの感想を述べたいと思うんですけど、まずシディブサイドはやっぱりいいですね。治安もいいですし、やっぱり青と白の街っていうことで、アフリカとは思えない綺麗な街で良かったですね。日本人の皆さんにおすすめですね。でチュニスはすごい正直な話言うと、無理していく必要はないかもしれない。私が昨日行ったカルタゴ遺跡もチュニスよりシディブサイドからの方が全然近いんで、シディブサイドの方がいいでしょうね。チュニジア全体としてやっぱりいいっすよ。アフリカの中では治安もいい方だと思いますし、わりかし綺麗だと思いますし、でただ個人的にはちょっと飯が合わなかったですね。正直飯はエジプトの方が好きでしたね。アフリカの中ではチュニジアはかなりおすすめできる部類かなと思います。で今回のアフリカ一周の旅、チュニジアが4カ国目だったんですけども、次が5カ国目になりますが、次はモロッコに行ってまいります。朝5時半発のヌーベルエアという航空会社の、飛行機で、ここチュニスカルタゴ空港からモロッコのカサブランカ国際空港の方に行ってまいります。モロッコはちょっとだけ長く滞在する予定ですので、お楽しみいただければ幸いでございます。それではチュニジア編は以上となります。チュニジアのシディブサイド、そしてチュニス良かったじゃんと思っていただけたり、面白かった、役に立てと思っていただけたなら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回モロッコ編でお会いしましょう。